1日10時間 40km を毎日歩き続ける。それが江戸庶民にとっての旅でした。現代のアスリート顔負けの持久力をごくごく普通の人が持っていた。そして彼らの最大の凄さは、その疲労を一晩でリセットしていたことです。なぜ彼らはたった一晩寝ただけで回復できたのでしょう。今回は江戸の知恵から現代人の言えない疲れを解消する3つの極意を解き明かします。第1章、言えない疲れの正体。現代人が疲れやすくなった根本的な原因は、一言で言えば原始時代から変わらない人間の仕組みと現代の急激な環境変化のズレにあります。脳のオーバーヒートと偽りのアラート。江戸庶民が得る情報は人から聞くか目で見たものだけでした。しかし現代はスマホ1台で江戸時代の人間の一生分に近い情報量に触れると言われています。確かに容易に情報が得られる、離れた場所の人とも関われるといったメリットはありますが、脳が処理しきれない大量の情報を浴びることで脳の司令塔である自律神経がパニックを起こしてしまうのです。その結果、体は動かしていないのに脳がもう限界だという疲労アラートを出し続けている状態になり、これが寝ても取れない疲れの正体なのです。不自然な固定による血流の停滞。江戸庶民は歩く、座る、仕事をするといった動作の中で常に全身を柔軟に動かしていました。しかし現代人の多くはデスクワークやスマホ操作で同じ姿勢を数時間維持します。これは野生動物や江戸の人から見れば不自然極まりない固まった状態。同じ姿勢を維持するために特定の筋肉だけが緊張し続け、血流が滞り脳に送られる酸素も不足します。これが動いていないのに体が重いと感じる原因なのです。光による体内時計の破壊。人は目に朝日が入ると脳の指令でセロトニンが分泌されて体温が上がり、心と体が活動的な状態に切り替わります。そして朝日を浴びてから約14時間から16時間経過すると、今度はメラトニンという睡眠ホルモンが分泌され始め、このホルモンは暗闇で分泌量が増えるため、日が沈んで暗くなるにつれて自然と強い眠気に襲われるようになるのです。しかし現代の LED やスマホの青白い光は脳にとって真昼の太陽と同じ信号で、その結果夜になっても脳が今は昼だと興奮し続け、睡眠の質が根本から破壊されていきます。江戸時代の人が一晩でリセットできたのは、この光の規律が守られていたからなのです。24時間終わらない昼間、これが最も深刻な現代人の疲れの原因かもしれません。では江戸の人たちはどんな日常を送っていたのでしょう。第2章、極意その1、脳をリセットする闇と睡眠。現代の私たちが失ってしまったもの、それは脳に夜が来たと教える圧倒的な闇です。脳を眠りに導く行燈の暗さ。江戸の夜を照らす行燈の明るさは現代の照明の数千分の1に過ぎませんでした。そのかすかな光は長時間の作業を続けるには到底足りないものでしたが、この不便な暗さこそが脳のスイッチを切り替える鍵だったのです。夕暮れとともに赤みを帯びた日を眺め、強制的に活動を終えて闇を受け入れる。このリズムが現代人が失った最強の睡眠薬メラトニンの分泌を最大限に引き出していました。現代の LED やスマホのように脳を興奮させる光がなかったからこそ、彼らは自然と深い眠りの淵へと誘われていたのです。人体本来の光の規律。彼らの生活はまさに日の出とともに活動し、日が沈めば眠るという地球の自転に合わせたものでした。この光の規律に従った生活リズムは人体の活動サイクルと完璧に一致しています。現代のように一括8時間睡眠という固定観念に縛られることもありません。暗くなれば自然に横になり、疲れたら日中にうたた寝をする、目が覚めたら静かに闇を楽しむ、この柔軟な休息と十分すぎるほどの睡眠時間が脳のオーバーヒートを未然に防ぐ江戸流のセルフケアだったのです。適度な疲労と畳の相乗効果。江戸時代の人々は現代人の数倍から十数倍の距離を毎日歩き、家事や仕事で
常に全身の筋肉を使っていました。現代人のような精神的ストレスや脳の疲労ではなく、ピュアな肉体的疲労だったため、布団に入れば即座に深い眠りに落ちることができ、自律神経のバランスを整えていました。また、クッション性と吸湿性に優れた畳が床からの底冷えを防ぎ、汗をかいてもすぐに湿気を逃がして快適な湿度を保つことができました。養生訓で知られる貝原駅健も推奨したように、当時の人々は仰向け寝による胃の圧迫や悪夢を防ぐため横向きになって寝る習慣がありました。これは現代医学でもいびき防止や呼吸の維持に良いとされています。また、日常生活の中で鍛えられた体幹の強さが骨盤や背骨を支える自前の筋肉のマットレスとして働き、硬い床の上でも体を痛めにくかったのです。この体幹の強さは寝返りの打ちやすさにも直結しています。寝返りは昼間の活動で生じた骨格のずれや筋肉の緊張を睡眠中に無意識にリセットする重要な自然治癒行動です。筋力が弱いと寝返りを打つために大きな筋力を使う必要がありますが、体幹が強かった江戸庶民は脳が覚醒しないほどの小さな力で無意識に質の高い寝返りを繰り返すことができたのです。質の良い眠りと睡眠を邪魔しない寝返りによる生体効果が翌朝の驚異的な回復力を生み出していました。第3章、極意その2、疲れない体の使い方。江戸の人たちが1日40キロもの距離を歩き抜けられた理由、それは私たちが想像するような鋼の筋肉ではなく、その真逆にある徹底的な脱力にありました。筋肉を固めない動く生活。現代人の多くは長時間のデスクワークなどで同じ姿勢を続けることにより、特定の筋肉が緊張したまま固まる居ついた状態にあります。これは常にブレーキを半分踏みながらアクセルを回しているようなもので、座っているだけでもエネルギーを浪費し、慢性的な疲れを引き起こします。しかし江戸の日常にはこの居つきを寄せつけない仕組みがありました。それが和服と畳の生活です。畳が鍛える動的リセットと不便の効能。椅子ではなく畳に座る生活はそれ自体が優れたトレーニングでした。一日に何度も行う正座からすっと立ち上がる動作は現代のスクワット以上にお腹の奥の腸腰筋を駆使します。現代の私たちは指一本でお湯が沸き、ボタン一つでご飯が炊ける便利な世界に生きています。しかしその便利さと引き換えに、私たちは体を動かす機会を徹底的に奪われてしまいました。対して江戸の暮らしにはスイッチ一つで済む家事や仕事など一つもありません。水を汲み、焚き木を割り、火を起こす。その不便さゆえに体はいつくいとまもなく動き続け、結果として筋肉が特定の形で固まるのを防いでいたのです。この頻繁な立ち座りと家事の反復こそが常に体を動ける状態にリセットし続けていました。和服と足裏の知恵。またその動きを支える装いにも秘密がありました。腰の帯が丹田を意識させ、猫背を防ぎ、背筋を骨で支えるガイドとなります。さらに裸足や足袋で畳をつかむ動作が足裏のアーチを整え、全身のバランスを劇的に向上させていました。重力を味方につける知恵。日常の中で居つきを排除し、骨格が整っているからこそ、彼らは驚くべき方法を可能にしていました。それが江戸のナンバー歩きなどに代表される重力を推進力に変える知恵です。筋力で地面を力強く蹴るのではなく、整った骨格の軸をふっと崩し、重力に身を任せて進む。頑張って筋肉を動かすのではなく、自然の力を利用して移動する。彼らにとって40キロという距離は過酷な運動ではなく、最小限のエネルギーで進む最も効率的な移動に過ぎなかったのです。第4章、極意その3、内臓を休ませる江戸の食。そして最後に絶対に欠かせないのが内臓の休息です。睡眠中の見えない重労働。現代の私たちは仕事終わりの夜に肉料理や油の多い食事を楽しみがちです。仕事帰りや自宅で楽しむビールや焼肉などはまさに一日頑張った自分へのご褒美ですよね。しかしこれが翌朝のずしんと重い疲れの引き金になっているかもしれません。実は肉や油を消化するには時間がかかり、
膨大なエネルギーも必要なのです。寝る直前にこれらを口にすると、自分では眠っているつもりでも体内では胃腸がフル稼働し、その活動を支えるために心臓も激しく打ち続けています。これでは寝ている間も内臓の残業が続いているようなもので、内臓の休息時間が著しく削られてしまいます。一方、江戸庶民の基本は玄米、味噌汁、そして漬物や少しの副菜という一汁一菜でした。この植物性中心の食事は消化に負担がかからず、眠りにつく頃には消化活動が穏やかに完了しています。内臓が完全に休息モードに入ることで、体内のエネルギーは消化ではなく細胞の修復と再生へと 100% 注ぎ込まれます。これこそが江戸の人たちが一晩の睡眠でも翌朝には細胞レベルでリフレッシュできていた最大の理由なのです。第4章、癒えない疲れの解消法。これまで見てきたように、江戸の人たちの驚異的な回復力は闇による深い睡眠、不便な暮らしが生むしなやかな体、そして質素ながら豊かな食に支えられていました。しかしこの台本の制作を通じて私が最も強く感じたのは、現代の私たちが抱える癒えない疲れの原因は実は脳の誤認識にあるのではないかということです。脳は空腹、痛み、そして疲れといった情報を全身から集め、私たちが今どういう状態にあるかを判断する司令塔です。しかし現代の私たちは常に情報という荒波にさらされ、脳を酷使しすぎています。オーバーヒートした脳は時に小さな疲労を重大なダメージとして過剰に認識したり、逆に筋肉のこわばりを当たり前の状態と思い込んだりする、いわば情報の誤作動を起こしているのです。以前の動画で視聴者の方からいただいた所作をゆっくりにすると疲れにくいという鋭い気づき、これこそが脳の誤作動を解く鍵です。あえて丁寧に動く、静かな闇を楽しむ、自分の呼吸に耳を澄ませる、こうした江戸流の作法は脳に今は安全だ、戦わなくていいという強烈なリラックス信号を送り続けます。脳が安心を取り戻した時、初めて体は本来の回復力を発揮し、不必要な緊張というブレーキを外すことができるのです。指一本で何でもできる現代だからこそ、あえて不便さの中に身を置き、脳をリラックスさせてあげること、江戸の人々が当たり前に持っていた闇や暮らしを現代の生活にほんの少し取り入れてみる。例えば軽い買い物なら車に頼らず散歩がてら歩いてみるとか、寝る前の1時間パソコンやスマホから離れてみるのも効果的です。それが私たちの癒えない疲れを根本から解きほぐす最も重要な鍵になるのかもしれません。今回の動画はここまで。あなたはどんな日本が知りたいですか？コメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。